SATA 様より製品の提供を受けて動画を作成しております。ご視聴ありがとうございます。今回は SATA のギアレンチいろいろ紹介したいと思います。SATA は中国のメーカーです。巨大工具企業 APEX ツールグループの一ブランドで、はっきりとしたことは分かりませんが、ギアレンチを生み出したリーウェイが関係しているとかいたと聞きます。ハンドツール全般を製造しているブランド。SATA の起こりは、自社で製造した OEM 製品の厳格な基準から外れてしまったものをブランドをつけずに工場前で販売したというのがきっかけだったそう。現在も多くの OEM をこなしながら、しっかりした道具をリーズナブルに販売しています。今回提供を受けたのはこの3種類のギアラチェット。黒染めのフレックスにオープンエンド側もラチェット機構を持ったもの。もう一つは15度オフセットに切り替えレバーのついたコンビレンチスタイルです。3つともスタンダード調。黒染めのフレックスから見ていきます。インダストリアルフィニッシュなんて呼ばれる仕上げ。こちらは日本ではまだ発売されていない製品で、ヨーロッパ向けとされるサンプル品となってます。名前が示す通り工場向けな仕上げとなってまして、メッキがないので剥がれ落ちるものがなく、異物を嫌う環境で使いやすくなってます。またその表面は油を保持するような独特なもので、オイルまみれの手で持った場合に通常のメッキ工具よりも滑りにくく、欠点として錆びやすいとされますが、この仕上げは油分を保持しやすいので、メンテナンスも環境にはよりますが、そこまで気を使わなくて大丈夫。仕上げはきれいめです。インダストリアルフィニッシュは仕上げに全くこだわっていない製品も多いので、他社品と比べると整った印象。ただ突然へこんでたりはありますので、おやっとなることはあります。刻印はレーザーなので無骨さは薄いっすね。インダストリアルフィニッシュは雰囲気が出るもの多いですが、SATAのこれに関しては綺麗にまとまりすぎてる感じです。個人的にはもう少しダーティーなくらいがかっこよいと感じます。フレックスの動作は柔らかめ。バラしてみますと、一般的なバネワッシャーが入っているタイプです。動きの硬さはバネの強さに依存しますので、調整は簡単にはできません。ボックス側、オープンエンド側のネジのはめ合いなどの詳細は後ほど3つを比較しながらお伝えをいたします。続いてはオープンエンドにも早回しを持つこちらのシリーズ。ボックス側はストレートのギアラチェット。オープンエンド側も可動部分を持ちまして、かけ直すことなく送り操作が可能というのが特徴です。こちらの仕上げは一般的な磨きの仕上げ。パッと見は綺麗な見た目ですね。ただサイズによってはところどころへこんでいたりというのはありまして、そもそも完璧な仕上がりをメーカー側が求めてないようにも感じました。特徴的なオープンエンド側の早回し機能がこちらです。黒い部分が稼働するパーツで、これのおかげで下顎側にはネジを回せて、上顎側に回してみると空回りするようになってます。一方向のみ回せるって具合。対トルク性も十分。10ミリの柔らかめナットを回し比べて、普通のオープンエンドでもこのラチェットオープンエンドでも同じくらいのトルクでナットの角を壊す結果となりました。ラチェット機能が悪さすることはなさそう。普通のオープンエンドと同じ感覚でトルクかけていくことが可能です。3つ目はラチェット切り替え式の15度オフセットレンチ。こちらも同じくメッキの仕上げ。仕上がりも先ほどと同じ感じですね。パッと見綺麗には思いますが、へこんでいたりはございます。申し訳ないんですけど、グッとくるほどには感じません。ラチェットの切り替えはレバーで行います。引っかかって急に重くなったり、逆に軽すぎて動いちゃうことはなく。さて、肝心のネジを回す部分、ボックス側から見ていきます。3種類のレンチ。ラチェット部分は共通部品っぽいですね。リングの外形はほぼ同じ。ネジとのはめ合いも似た感じとなってます。ギア数は72枚。空転トルクは個体によりけりって感じ。空転が軽くなるとバックラッシュというのか、遊びは相対的に大きくなるようにも感じます。
オープンエンド側がこちら。これもほぼ同じですね。重ねてみるとほとんどぴったりサイズなのがわかります。特徴としてはこの厚みでしょうか。幅は他社品と比べそこまで違いませんが、厚みは 1.5 倍ほどあります。そのためか比べますとボテッとしているように感じます。ネジとのはめ合いは一般的です。厚みのためか開く感じも少ないですね。反面ダブルナットで使う場合ちょっと窮屈さは感じました。さて紹介しました SATA 3種類に共通するのがこれら障害保証がついています。ギアがスティックしたりフレックス部分が折れちゃったり、通常仕様でそういったイレギュラーが起こっても修理もしくは交換対応がいただけます。ギアラチェット系って当たり外れが多いというか、メカ部分が非分解でメンテナンスできないのが多いためか、すごい短命な製品があるというのも事実。あまり長寿命な印象ない方も多いのではないでしょうか。これに障害保証がつくというのはありがたいですね。それでいて値段は障害保証で有名なトップブランドと比較をして半分とか下手すると4分の1ぐらいまで下がります。ダウンタイムの違いとかサービスの質は当然違ってくるとは思いますが、この価格で永久保証がつくというのはすごいことだと感じています。さて3種類使ってみて気に入ったのはこちら、15度オフセットの切り替えレバーがついたこのタイプ。切り替えレバーのおかげでネジに当てる前に向きを確認する必要がないですし、ギアラチェットで問題視される緩めている最中に突き当たっちゃうと積む問題もこれのおかげで怖くはないです。15度のオフセットというのは汎用的に使いやすいですね。ギアラチェはストレートなものが多く、バイクで使おうとするとスペース的に使えないってことは多くあるのですが、15度のオフセットは広く対応できることが多い印象があります。ヘッドの大きさや形状で使えないこともありますし、見た目的にもかっこいいとは思わないんですけど、質感やブランドイメージなど気にしなければこれは十分な道具だと感じています。今までなんとなく避け続けてきたこの15度オフセットのギアラチェットでしたが、食わず嫌いしていたのがもったいなかったと感じます。ただ注意点として、切り替えレバーの位置に関してはシビアです。しっかり突き当たるまで動かさないとラチェットの動作がおかしくなります。個体によっては新品時のレバーの動き若干渋いものもありまして、しっかりと使い込むエイジングのような作業が必要になるということをネガとしてお伝えをしておきます。続いてこちら、どちらもラチェットのこのコンビ、使ってみたら結構普通に使えました。オープンエンド側はゲテモノ工具かと思ってたんですけど、案外使いやすかったのが意外だったですね。ボックスのギアラチェットが使えないけど早回しをしたいところ、ケーブルの長さ調整やパイロットみたいなものの長さ調整にも使えます。ただサイズによってはネジから外す際に引っかかりを感じます。可動部分のためボルトの2面幅よりも狭くなってしまうものありまして、ラチェットが効かなくなった時などはこの機能逆にめんどくさいなと感じることはあります。またオープンエンドのラチェットは下顎側にしか回せません。この制約のためタイトな場所では使えないなどデメリットもあるかも。その辺を考えますとオープンエンド側のラチェット機能というのは環境や用途によって評価は分かれそうです。私は他の似た使い方ができる道具プライヤーレンチを多用しますので、これじゃなくてもいいかなと感じています。さて残念ながら最後になったのが黒染めのフレックス。これ私のところに来たのは問題児でして、使えないというか不良品かもしれないって道具でした。車関係で使うくらいのトルクをかけるとギアが引っかかってラチェットが機能しなくなってしまうのです。こうなると指の力では解除ができず、緩んでないネジやヘックスレンチにかけ直して引っかかりを解いてやる必要があります。めっちゃ不便。これ結構な頻度で起こりまして、しかもいろんなサイズで起こるんです。8mm だろうが 19mm だろうが、黒染めのフレックスは試したどのサイズでも同様に引っかかりが起こります。セット内の1本が不良ならまだしも、ちょっとこれはメッキ品はこの現象起こってませんので、黒染め処理が悪さしている可能性が考えられます。使い込んで馴染めば良くなる可能性はありますが、この状態で使おうとはならず、ストレートな表現になってしまいますが、これじゃダメですね。
私のところに来た個体が NG という可能性はありますし、これヨーロッパ仕様の製品で日本の気候と合わないなどが原因かもしれません。日本での発売はまだされていないので、しっかりと原因解明をお願いしたいです。良い機会なので保証を使ってみようと考えてます。どういった手続きをすればよいのか、どれだけ時間がかかるのか、そもそもこの問題が解決するのかなど、また報告をさせていただきます。カタログで見ていて、最初はこれが一番買ってよいかと想像をしてましたが、意外な結果となりました。サタのギアラチェット。使えたものに関しては、その価格と永久保証を考えると悪くない選択に思いました。日本において工具の保証サービスは少なくなりつつある昨今、サタの保証付き工具は新たな選択肢となるかもしれません。日本未発売のサンプル品が良くない結果とはなりましたが、保証による交換依頼を行い、その結果についてまた報告をさせていただきます。サタ様、ご提供ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。